まあ、全日本という大会をまはい。ず選手の立場としてどういう大会かっていうのを教えていただけますか？まあ僕が長年出てる中でやはりシーズン前半のその締めっていう形でもあり、まあ本当にシーズン後半につながる一番大事な試合だと思ってるので、まあここで力を出せる選手が本当に強いというか、まあ世界選手権だったりとかっていうそう大きい試合に出ても戦っていけるような選手っていう、まあある意味証明にもなるような試合なので。まあ、僕の中では一番ある意味嫌いな試合だったって言ったら嫌いな試合だったかもしれないですね。嫌いっていうのはどういう部分が嫌いでした？まずそうですね、空気感がやはりグランプリシリーズだったりとか世界選手権だったりとかっていう試合と比べて一番こうピリついてる、やはりまあでもどの国もそうなのかもしれないですけど、やはりナショナルなんで、まあそういう点普段はこう一緒に練習している選手だったりっていうそういう選手たちがもうバチバチに緊張感を持って試合をするっていうところがまあ一番大きいそういう空気感の違いなのかなとは思うんですけど。なんかそういう空気感っていうのはどんなところで感じますか？うー例えば試合にん。入る前とか、はい。はい、会場入りしてからとか、なんかどっちからどこの辺から入るって感じですか？いや一番はやっぱりリンクサイド立った瞬間のその会場の空気感っていうのが、僕なんか解説させてもらっているので、まあ、本当にこう第一グループの初めの方から最終グループまでもうリンクサイドで見てて、やはり最終グループになった瞬間の空気感の変わりようっていうか、会場のお客さんの集中してる感じだったり、僕らその滑る選手側の空気感っていうのももちろん違いますし、まあ、そういうところがやっぱり空気がガラッと変わるんで、まあ、なんかこうその中で潰されないようにっていう自分を保つっていうことをすごいなんか気を使ってやってた感じはすごく覚えてますね。その自分を保つために具体的に何かやってたり心がけてたことって何かありますか？そうですね、もう極力その早い段階から会場の空気に飲まれてしまわないように、自分が今やらなきゃいけないことっていうのをどれだけこう頭の中でしっかり復習して頭の中でイメージできるかっていうこともそうですし、逆に音楽聴いたりとかして自分とその会場の中とのある意味壁を作るというか、そういう形でちょっと切り離してみたりとか、まあ本当にその時によって、まあ本当に自分がイケイケですごい調子よくてっていう時だったらもうそのままもうどんどん逆になんかワクワクして楽しんじゃえばいいって思ってもいましたし、逆にこうやっぱ失敗できないっていう気持ちが先走っちゃう時はもう逆にちょっと一回切り離して落ち着かせてっていうような形にしたりとか、まあ本当にこういろんな年があったなっていうのはすごく思い返すといろいろありますけど。やっぱり気持ちの持ちようが一番難しいって感じですか？そうですね、まあ本当にこう失敗、ここで一個でも失敗したら表彰台から落ちちゃうっていうそういうプレッシャーを自分がどれだけこう乗り越えられるかっていうところは乗り越えられなかったことの方が多かった気がするんですけど、まあでもそういう気持ちはすごくあったかなと思います。このプレッシャーっていうのはやっぱり他の大会とは全然違う。僕の中では逆に全日本選手権で落ち着いて自分の思うような演技ができれば他の試合でも大丈夫って思えるぐらいのその空気感の違いというか、まあそういう緊張感っていうのが全日本にはあるような気がしてましたね。なんかその緊張感だったりプレッシャーを乗り越えるために、さっき音楽を聴いたりとか、はい。なんかそうおっしゃってましたけど、他にもなんかこうルーティンみたいなことを忘れないようにしてたとかそういうのはありますか？でも極力そのルーティンは僕の中でも結構やってて、それをやっていった時にじゃあその基本的にこういう動き方、その会場に入ってからのどういうパターンで動いてとかっていうのを一定化させておいて、その中でじゃあ自分が今どういう状態なのかっていうのを比較していく、体のその動きが実際にもうちょっと動かなきゃいけなかったんだなとかっていうのがショートで分かれば、逆にフリーに向けてもう少しこういうところを切り替えて
臨んでいけばいいっていうようにできるんで、そういうルーティンみたいなのを結構大事にしてますね。なんか分かりやすいルーティンなんかあったんですかね。これ僕らでも分かるようなルーティン。なんだろう。でも基本的に会場に入る時間がだいたい1時間半前に入るっていうところから始まって、で会場そうだな、なんか分かりやすいことあるかな。なんていうかイメージしたらなんか必ずここで深呼吸するとか、靴紐を左からやるとか、なんかおまじない的なそうですね、おまじない的なっていうか、靴絶対右足から履くとかそれももちろんだし、何かしらどの選手もそういうのはあります、絶対あります。で、ルナさんが思うに、はい、このプレッシャーのかかる緊張感のある全日本、どういう選手が勝ち切るという印象でした？やっぱり練習の中でどれだけ日頃の練習の中から積み重ねてきたものっていうのが出せるかどうかっていうことが最終的には一番だと思うんですけど、逆に冷静でいられてる人ほどちゃんとやれてる気はしますね。なんか滑る前、本当に曲が鳴る瞬間だったりとか、そのコールされてスタート位置に向かってる間だったりとかっていう時に、すごいやっぱり緊張してる人って目が泳いでたりとか、ちょっとそわそわしてるっていうのがすごく見えることもあるんですけど、その中でやりきっちゃう、逆にもうそれを乗り越えてやりきれちゃう人も中にはいるし、ただそういうふうにそわそわしてるっていう人ほど何かしら失敗してることが多いような気がしますね。じゃあ最近のその男子でいうと、これがピシッとできてるのはどの選手になるんですか？集中してやってるのっていう。やっぱり一番自分に自信持ってやってるっていう中で言うと、羽生選手は自分のルーティーンというか、自分のこういうふうにするこういうふうにするっていうことを絶対崩さないし、逆に昨シーズンしかまだ今シーズン試合出てないんで、宇野くんなんかも昨シーズンの前半はもう本当に挙動ってるというか、すごいそわそわしてるっていうのがそういうグランプリから見えてたんですけど、逆に全日本なんかはステファンがリンクサイドにいてちゃんとコントロールしてくれてっていう中ですごい落ち着いて、逆に笑っていられるぐらい余裕があって試合に臨んでるっていうところもありましたし、今注目してる選手の中でいうと、やっぱり鍵山選手なんかはもうずっと練習の中で積み重ねてこれてるっていう、そういう高い次元で練習を積み重ねてこれてるから、逆に普通にその勢いのまま上に食らいついてってやろうっていう勢いで試合に臨んでるっていうのがすごく見えるし、本当にそれぞれなんていうんだろう、もうそこにかけてる気持ちはみんな大体やっぱり一緒だけど、そこに来るまでのその精神状態ですごい実際来るまで調子悪かったとか、すごいいい流れできてるからこのまま行きたいとか、そういうなんか試合の運び方というか、そういうのがすごく公式練習だったりとかっていう中からも見れる部分もあるし、だから試合を見てて面白いなって思いますけど。そういうついた選手がやっぱり上に来る。もう本当にある意味言ったら乗っていくっていう方向で上がっていくのはいいんですけど、飲まれてしまって落ちていってしまうっていうことになるのが一番最悪なので、どちらかというとそうならずに淡々と逆に自分がこういうとこ注意してこういうとこ注意してっていうのを逆にやれてる方が多ければ多いほどやっぱり安定はするし、失敗も少ないっていうのはそういう僕の印象ですかね。
で全日本なんですけども、はいどんな経験者もいろいろな立場でプレッシャーがあると思うんですけど、若手だったり中堅だったりベテランだったりってそれぞれその感じるものって違うと思うんですけど、村さんが現役時代を思い返して若手だった頃、あとは中堅だった頃、ベテランだった頃、なんか全日本ってどういうものだったかっていう思い出ありますか？初めの頃って上の選手だから僕が上がってきた時、一番最初全日本出た時なんかは一番上の年齢で試合に出てたのが武史先生だったし、本当に僕もその武史先生のジャンプを見て育ってるから、ああいう大きいジャンプ飛べるようになりたいって思ってきた人と一緒に全日本出れるっていう、そういう嬉しさみたいなのもあったし、逆に本当に現役やってる間かなり長い期間、その高橋大輔選手にしてもそうだし、小田君にしてもそうだし、小塚君にしても、もう本当にいろんな選手、上の選手がいて、そこと自分が試合をするっていう、その中で競っていくっていうことができているっていうのもすごい今考えると、いやもうなんかそこをもっと自分がもっと前向きにいけばよかったなと思うシーズンもたくさんあるんですけど、なんか逆に下の昌磨にしても、宇野選手にしてもどんどん下から出てきて、田中圭司とか友野一希とかどんどん僕が上が抜けて一番上になっていった時に、どんどん下から上手な選手っていうのが上がってきて、それに負けない、どれだけ宇野君の場合も一気に飛び抜けていっちゃったんであれだったんですけど、羽生君にしてもその中で自分がどこまで食らいついていけるかっていうことも考えてやってたのが現役の最後の方だったし、なんかもう本当にある意味13回出てるとすごい上を見てやってた時代もあったし、なんか逆に自分たちが日本の男子っていうのを引っ張っていくっていう時代をずっとやってた時代もあったし、なんかいろんなシーズンがあったなっていうのをすごい思い返すといろいろありますよね。で今シーズンの全日本選手権なんですけど、皆さんが注目しているのはどういった選手たちですかね。まず男子の方から聞きたいんですけど。男子、そうですね、やっぱり、今シーズン試合出てない選手がかなり全日本の中でも多い中で、羽生選手シンプロで今回全日本っていう形になっているのも、どういうのを滑ってくるのかなっていうところがすごい楽しみでもあり、逆に宇野君の選手なんかは昨シーズンから持ち越しにはなっている部分をどれだけ試合をしてないっていう試合感がない状態ではありながらも、練習を積んでブラッシュアップしてどこまで昨シーズンよりもいいものがここで出せるかっていうところになってくると思いますし、その中に今年からシニア上がってきて、今、NHK 杯でもずっといい演技続けてきてる鍵山選手っていう若手がどこまで上に食いついていって割って入れるのか。でも本当に去年の全日本選手権から一気に開花してるというか、自信もついてるだろうし、評価もすごいいい評価をもらえてるっていうところで、このままの勢いでいったらどこまでいっちゃうのかなっていうのをすごく感じてる部分があって、僕がやってた頃よりも次の時代の選手っていう、全ての要素においてしっかりと全てにおいて加点をつけられるところまでもともとやれてる選手なんで、そこはどこまで割って入れるのかなっていうのは男子はすごい楽しみではあるんですけど。男子まず聞いていきたいんですけど、まず出るかどうかわかんないけど、羽生選手はどんなところが強みなのかなっていう。
まあ一番はね、あれだけの、まあ、長年の実績ももちろんあるし、その実績を作ってきた中にはやっぱり加点 GOE のそのもらえる量というか、まあ、それだけクオリティが高いものをこう重ねていけてるっていうところが、まあ、一番その点数を出せてる理由の一つでもあると思うんですよね。だからそういうところで、まあ、4回転の種類とかっていうのにおいて他の選手の方が海外の選手を含めて上っていうところもねありながらも、でもそれでもそのルッツだったりとか要はクワッドアクセルだったりとかそういう大技って言われるものとそこを除いてでも加点がもらえるから対等に全然勝負ができちゃうっていうのは彼の持ち味だと思いますし、まあ本当にこう逆にそのまあ生命に戻したその昨シーズンから今シーズン新しいプログラムがどういうものになってくるのかっていうのが、まあ、今回の全日本の楽しみではあるかなと思います。羽生選手ってなんかイメージして僕はまあオールラウンダーのイメージがあるんですけれども、でも一番難しいモチベーションを維持してるっていうのが多いと思うんですけど、その点はどうですか？いやでももう本当その通りだと思いますよね。やっぱりこう出るからには勝たなきゃいけないっていうそういうプレッシャーの中であれだけ自分を奮い立たせてやれる、もう本当にあれだけ自信持って自分は勝負できるっていう強い気持ちで試合に臨めるっていうのを維持するのってまあ本当に大変だと思いますし、まあ逆に僕だったらいや下からこういう選手出てきたし、いや今年勝てないかもしれないとかそういう気持ちでちょっとこう弱腰になって試合したりとか絶対するだろうなと思うんですけど、試合に出るからにはそこの気持ちっていうのは一切見せないっていうところが彼の強みというか強さの秘訣なのかなと思うんですけど。彼が目標にしている4回転アクセル、4回転半飛べると思いますか？でも能力値的にはできなくはないと思うんですよね。やっぱり4回転ルッツが飛べるっていう選手はまあその多分僕の中でですけど4回転ルッツが飛べる能力がある、その空中の感覚があるっていう人がまあアクセルがもともとすごい下手だったらちょっと難しいかなと思う部分ではあるんですけど、トリプルアクセルがあれだけの高さと幅が出せるっていうものがあるので、その中で空中の4回転半っていうまあ一番長い時間空中にいなきゃいけないっていう姿勢を維持できるだけの力を持ってるっていうことはしっかりコツを掴んできて、どういうところが足りなくてっていうところを研究しきれればできてくるだろうなっていうところは思ってます。村さん自身はトリプルアクセル得意だったんですけども、クワッドアクセルってイメージしてどういうものだと思いますか？過去アイスショーとかそういうところで挑戦したこともあったし、練習の中でもコロラド行ってやったりとかっていうこともしたことあるんですけど、結局僕に足りなかったのは4回転ルッツの成功というか4回転ルッツを回りきるところまで維持していられるだけの体がなかったっていうところが一番足りなかったところ。ルッツって逆にカウンターサイドにひねってから飛ぶので、ある意味フィリップだったりとかトーループだったりとかっていうその回っていきながら回転をつけていくものじゃないので、なんで一番こう空中でまともに回ってなきゃいけないっていう、まあだから難しいって言われてるんですけど、それが僕は回りきれないっていうことは空中でそれだけ細い姿勢を維持してられてないっていうことだったんで、まあ4回転アクセルを挑戦してもやっぱり4回転回りきって4分の3までいかなかった、ギリギリいかないぐらいしかやっぱ回らなかったんですよね。その最後の4分の1っていうのを回るためにはやっぱりルッツを練習して回りきれるだけの空中感覚っていうのがないとやっぱり難しいんだろうなっていうのをやっていて感じた部分ではありましたね。
皆さんもできないのに羽生君はできるだろうかと。羽生君もはい、うまいからあれなんだけど、できるのかなと僕なんか思っちゃうんだけど。まあ4回転アクセルに関して言うと、多分飛び方が飛べる人が出てきた時にそれぞれ違う飛び方をすると思うんですよね。すごい半ヤンみたいにとんでもないスピードのまんまもう勢いでガンっていっちゃうやつもいると思うし、逆にその丁寧にスピードちょっと落として入ってきといて僕みたいに高さで何とかする人も出てくるだろうし、羽生君みたいに高さも出せるし幅も出せるっていう選手が、ある意味一番多分やりやすいとは思うんですけど、そういうなんか多分3パターンとか4パターンとかっていうそういうジャンプの飛び方が多分これが成功させていく人が増えた時に多分みんなそれぞれ違う飛び方するんだろうなっていうのはすごく思ってますね。羽生選手の場合はそういう見方の楽しみもあるということですよね。じゃあ続いて宇野選手はどういうところが魅力ですか？そうですね、やっぱり宇野選手表現力の部分だったりとかそのスケーティングの部分っていうのがやっぱり高橋選手をずっと見て育っているし、その中でだんだん年々磨きもかかってきてスピード感も本当によく出てきてるし、ジャンプの部分で言えば持ち味としてはやっぱりフィリップだったりとかそのループだったりとかルッツとかっていうじゃないですけど、本当にフィリップループサルコーとかも入れてくるかどうかっていうのは実際ね試合してみないと要素の中で入れるかは分かんないですけど、それだけやっぱり多種類4回転も成功させれるところまで来てるし、その中で、彼の中で唯一欠点があるとすれば着氷で後ろに滑りにくいので、なのでちょっと加点がつきにくいところはありますけど、でもそれぐらいで他の部分は本当に申し分ないというか、もう成功させれれば全然問題なく勝負できるところにはいるので、そういうなんていうんですかね、大技っちゃ大技なんですね。最近その大技の定義がだんだんよく分からなくなってきちゃったんですけどはい、でも4回転の種類もそうですし、本当にスケートそのプログラムっていうその表現の部分とかっていうのもどんどんねステファンに習ってさらに磨きもかかってると思うので、そういうところをしっかり出していけばいいと思うんですけど。今注目されているのは NHK で撮った、鍵山君なんですけども、彼の良さっていうのはどんなところが？そうですね、一番は今現状試合には入れないんですけど4回転ループまで成功してるっていうところではあるんですけど、ループは一応飛んでるみたい。ただ試合には今シーズン入れないっていうことは明言してて、トーループとサルコの2種類の4回転っていうところで勝負をしていく選手なんですけど、羽生選手ってオールラウンダー、どの要素どの部分においてもしっかり加点もらうっていうところで、試合をしていく勝負をしていくっていう形の戦い方をしてるんですけど、その次の時代というか、ある意味その選手をやり始めた時からもう新採点の中で育ってる選手なので、もともと僕らの世代って6点満点の頃ってスピンそんなにまともにやらないとか、ステップそんなになんかいろいろね今みたいに入ってないとか、そういう風に育ってる中で来てる選手と、もう明らかにもともとがああいう時代で育ってる選手って全体を通してやれちゃうんですよね、しっかり。なんで、それの中で全部が秀でて加点もらえるっていうところに至ってるから彼が今ここの立ち位置に来てるんですけど、4回転のジャンプの高さだったりとか、その加点のもらえる量だったりとかっていうことと、そしてスピンステップの要素がもうなんていうんだろうな、全てにおいて現状でも平均以上に来てる、最高の部分ではないですけど平均のところ、平均以上まではもうすでに到達できてて、まだまだここから伸ばしようがあるっていうところが彼の
まあ、今の状態というか、その中でもう3番ぐらいまでは余裕で来れちゃうぐらいのそのもうレベルの高さまで来てるっていうところが、まあ本当にある意味シニア本格参戦1年目なんで、それだけまあ評価されてるっていう、ジャッジからも評価されてるっていうところも本当にちょっと末恐ろしい部分ではありますし、まあ彼の中でまあよほどのことがない限り大崩れしないんで、その安定感の高さっていうのも彼の持ち味の一つかもしれないですね。じゃあ今回はこの3人がもう争うと見ていいんですか？そうですねと僕は考えてるんですけど、まあそこにね田中圭司君とか、あとは友野一希君とか佐藤俊とかがどこまで入ってくるのかっていうのが、まあ試合のまあ多分最終グループとかの争いになるんじゃないかなっていうような予想ではあるんですけど、女子の注目、そうですね、やっぱり紀平選手は今ねトリプルアクセルっていう大技も含めて、まあ本当にこうロシアのね三強って言われる世代の選手たちと試合をする中でまあ戦っていくわけですけど、まあ4回転っていう武器も今ね徐々にこう習得しつつありながら、まあ彼女も今シーズン試合もう本当に出てないんで、まあ、どういう構成で来るかっていうのはちょっと今現状は読めない部分ではあるんですけど、まあ本当にこうどこまでそのトリプルアクセルっていうもの大技の完成度をさらに上げていって、あとはもう全ての要素をしっかり加点もらっていくかっていうところが、まあちょっと全日本においては、まあ表現力の部分はね、もうなんて言うんだろうな、そのブノアのプログラム結構表現力とか相当求められるプログラムなので、まあ、そういう点クオリティどんどん上げて、まあちょこちょこ映像では見てますけど、なんかすごいこういうとこブラッシュアップしてんだなとかいろんなことをこう見ながら感じてるんですけど、まあ、そこをどれだけ出せるかっていうところになってくるかなと思いますし、また逆にまあ坂本選手この前の NHK でもまあ本当にこう彼女もねトリプルアクセルとか大きい技ではないですけど、まあ本当にダイナミックなジャンプ、まああれ飛ばれたらやっぱり加点つけたくなるよねって、ジャッジも加点つけたくなるよねってやっぱり思いますし、まあ本当にそもそものこうスタートしたところから最後まで本当にスピードが落ちずにすごい速いスピードで滑り続けるっていうのも彼女の持ち味なので、まあ、そういう、まあ、一つ一つの要素をこうしっかりダイナミックに加点をもらってあれだけのスピード感で滑り続けるっていうところが、まあ、彼女の持ち味だし、それがこう NHK では出せてたので、それがこう全日本でしっかり出せれば逆に紀平さんとも競っていけるだろうし、そういうところも女子は楽しみかなと思ってて、で僕の中でもう一人、トリプルアクセル飛ぶ樋口選手なんかも、今シーズンかなりシーズンスタートのそのドリームオンアイスの時点から仕上がってるなっていうのはすごく感じてて、まだなかなかこう決めきれてない、試合の中で決めきれてないのでちょっと悔しいですっていうことは言ってたりはしてるんですけど、でもかなりプログラムの表現力の磨きのかかった感じ、身のこなし方っていうのは、ある意味今一番動きいいんじゃないかなって思えるぐらいいい動きをしてるんですよね。なんでその中でアクセルしっかり決めていければ、もう本当にその上先の2人とも争っていけるようなところに来てると思うので、本当に自信持ってやってほしいなと思いますね。紀平さんは新しい環境にいるじゃないですか、はい、そういう時って力って出し切れるもんなんですか？逆に何て言うんだろう、スパイスを求めてそういうところに行ってるというか、新しい何かを自分がこういうところを習得したい、こういうことを勉強したいっていう中で行っているので、もともとこう例えばもう絶不調の中でちょっと環境変えて一からやり直したいっていうんだったらまたちょっと話は別ですけど、そういうわけじゃなくて、もともとのここまで来てる中でそれをさらにもう一段上げるために環境を変えるっていう形にしてると僕は思ってるので、その中で
振り付けやそのまあステファンのその表現力だったりとかそのジャンプのエッセンスをどれだけこう彼女が吸収して今シーズン試合に表現できるかっていうところにはなってくるとは思うんですけど。あとはその、キーラ選手もそうですし、その樋口選手もそうですし、女子にとって日本においてもトリプルアクセルがなんかスタンダードというか、はい、トップ選手に必要な技になってるみたいな、ちょっとびっくりだなっていうのは。やっぱり、女子もね今年からシニアですけど去年までジュニアで出てた川辺選手川辺愛菜選手とかあとは今ジュニアだけど吉田花選手とかもうトリプルアクセル普通に飛んでる時代になってきてるのでやっぱりこうなんていうんですかねリミッターじゃないですけど普通にできるんだなっていう風な解釈に変わるとやっぱり飛べる選手増えてくるんだなっていうのはすごくこう感じましたし、能力がすごいやっぱり高いなみんなって思って女子も。僕も浅田真央さんにトリプルアクセル飛ぶか飛ばないかをずっと追っかけてきた記者なのでこんな簡単に飛べるものなのかっていうのがすごくびっくりなんですけど。いやでもその背景に多分ロシアの選手の存在っていうのはすごく大きいかもしれないですよね。細さというか筋力であれだけ4回転ルッツとか普通にトリプルのように4回転を飛ぶっていう選手たちが出てきたことによって逆に底上げがされてる可能性はやっぱり僕の中では感じてるというか子たち体であれができるんだったら絶対動きを極めていけばできるよねっていうところになってきてるような気がしますね。ちょっと村さんのことを伺いしたいんですけど、今期から佐藤俊君のジャンプを教えてるってお伺いしたんですけど、指導者としてどうですかやってみて。難しさはやっぱりありますよね。それぞれ、先生の立場何が必要なのかっていう中でその試合に向けてどういうふうに組み立てていくその試合前回のその試合から今回の試合に向けてどういうところが足りなくてそこを補うためにじゃあどういう練習をさせていかなきゃいけないとか今のそのジャンプの状況体の状況を見て要はそれだったらこういう動き方をした方がいいよっていうアドバイスをしてあげたりとかいろんなことをこう自分がやる側だったらこうなんて言うんだろうながむしゃらにというかいう形でやったりはすると思うんですけど逆に教える側なんでそれをどういうふうにして伝えてあげたら伝わるのかなとかそういうことをすごくこうまだまだ勉強してる段階というか。週に何回ぐらい？そうですねその週にもよるんですけど結構夜の貸し切りは僕そこの埼玉のリンクの専属の先生じゃないんで入れないので、午前中個人で貸し切り取ってる時間帯に見てるっていう感じですかね。ちょうどこの間たまたま中庭健介君がインタビューしてて、彼も4回転、古い時代なんですけど、10年間インストラクターやって4回転飛ばせたことが一度もないって言って、なんか自分が飛べたからといって飛ばせられるもんじゃないっていうのを改めて痛感したって言ってたんですけど、やっぱコーチ、指導者ってやっぱり難しさってありますか？やっぱり選手と指導者の違いありますね。やっぱり体つきによっても飛び方もね変えなきゃいけないというか自分が思ってる理想の飛び方っていうその一本のその筋があってそれに対してじゃあこの選手はこういう体型というかこういう骨格だからじゃあもうちょっとスピードを抑えて飛び上がる瞬間の感覚をしっかり持たせてあげる方がいいとか逆に力がない選手だったらその滑ってきてる勢いをどうやってこう効率よく後ろに回転につなげてあげて
回りきるっていう空中を維持するっていうところを作ってあげるかっていうことをやんなきゃいけないっていうところだし、本当にそれぞれ飛ばせ方が違う、先生たちによっても違うし、やってきた僕らにとっても同じ4回転を飛んでる人ってなかなかいないので、みんなそれぞれ違う飛び方してるから、だからそれをこう教えてる選手の動きとどう当てはめていくかってやっぱりすごい難しさは感じますよね。でも村さんとか例えば、お父さんだったりとか、長久保先生だったりとか、アメリカだったりとか、なんか引き出しが多くて、それがなんか対応できる引き出しがあるんじゃないかなと僕は思うんですけど。でもなんかそれをまだ生かしきれてないような気はすごくします。自分が習ってきた、自分の中で取捨選択するじゃないですか。これは僕に合ってないな、こっちを取ろうとか、そういうのを選手に応じて、これはこの子に合ってないなとか、なんかそういうのが活かせるのかなと思うんですけど。そうですね。多分それを生かすためにもう少しこう、勉強していかなきゃいけないのかなって思う部分はすごくありますね。どっちが楽しいですか、指導者と選手。いや、教えるのも楽しいですけど、ただなんて言うんだろうな、その自分がなんて言うんだろう、やってきてこういう状況で今すごく調子が悪くて、それをどう打開させてあげるっていう時に、なんかこう自分もこういう状態だったらこういう精神だよなって、こういうメンタルだったら、いやでもな、これ今追い込んであげた方がいいのかなとかいろいろ考えるとなかなか言えなかったりとかして、心境が分かる。そう、心境が逆に分かりすぎるとなかなかこうなんかうまくこうそれを例えばうまくこうケツ叩いてあげるようにした方がいいのか、逆にガーって言ってやらせてあげる方がいいのか、やらせる方がいいのかっていうのをすごくこう選択としてすごい日々迷ってる部分はありますね。あんまり言われる方の苦手だったんですかそうですね。けどやっぱり今ここで言わなきゃいけないかなって思うところもあるし、ただ今のこの体の状況的に言っていいものなのかなっていうのをすごく考える部分でもあったりもするし、だから結構うちの親父と電話する回数は増えましたね。教えてもらう、こういう時どうしたらいい、これどうしてったらいいと思うっていうのはすごく自分の中でこう決断がしきれない時とかやっぱあるんで。現役時代に連絡取ってみたいな、そうかもしれないですね。今の方が多分教えるようになってからの方が親父と連絡してるかもしれないです。